こんにちは、トバログです。いや、ついに今年もこの季節がやってまいりました。2025年買ってよかったものベストバイガジェット編をやっていこうと思います。今年もいろいろ買いましたね。どっちかっていうとスマートフォンとか PC とかそういうメインストリームっていうよりももう少しね作業を豊かにしてくれるような仕事効率を上げてくれるようなものとかを結構買っていた印象なので、ベストバイもだいたいそういう感じになっていくかなと思います。ちなみに今回のランキングを先出しするとこんな感じです。ちょっとね楽しみを残したいのでぼかすんですけど、だいたいこういう感じのものが買ってよかったかなっていうところですね。というわけで早速やっていきましょう。はい、早速紹介していくんですが、買ってよかったものベストバイ第10位はじゃんとこちらですね。Surface Pro 12インチ。これがランクインしました。今までね、ちょっとパソコン持ってくほどでもないけど、何かしら絶対作業したいなっていう時があって、そういう時は iPad 持ち歩いてたんですが、Surface Pro のいいところは、これ普通に Windows っていうところですね。Windows なので、いつも使ってる Notion とか PC の方が使い勝手がいいツールがそのままWindows OS なので使えるっていうところが一個魅力です。で、かつやっぱねサクサクと動作してくれるので、こうやってねアプリ開いた時とかもめちゃくちゃ早いんですよ。こんな感じで、いわゆる ARM 版なんですけど、対応アプリに関してはこうやってねキビキビめちゃくちゃサクサク動いてくれるので、この辺がねやっぱいいなと思うポイントです。かつ、今これキーボードを装着してるんですが、キーボードを外すと 600g、680ぐらいだったかな。結構軽いんですよね。割と Windows 搭載 PC の中では軽めなので、こういう別途自分のね好きなキーボードがある人とかだったら、このスタイルでキーボードの部分を持っていかずに使えるから、その辺のメリットはあるんじゃないかなと思ってます。あとサイズ感ですよね。12インチっていうところは今 MacBook でも12インチの PC ってないので、ちょっとした作業用持ち歩き用に、ある程度強い PC があるといいなっていうところで、これは買ってみたんですけど、難点としては思ったほど重たい作業はできないかなっていうところですね。13インチクラスの Surface Pro だったら普通に動画編集もできるんですよ。なんですけど、このモデルに関しては動画編集はかなり厳しいです。4K の動画をちょっと読み込んだだけでも DaVinci Resolve とかでねかなりカクついてしまうし、再生とかカット編集もできないっていうところで、そこがね個人的には残念だったポイントですかね。もう一段ね強い CPU を搭載してくれたら、もう本当に持ち運びはこれでいいなみたいな、画像編集ぐらいまでだったら省電力性も比較的高く、バッテリー持ちもよくね使えることができるので、そういう人にとってはすごくおすすめかもっていう感じです。はい、続いて第9位なんですけども、第9位はじゃんと富士フイルム X ハーフですね。いや、トワログではまだ紹介できていなくて、まだねこれ買ってたんだっていう感じだと思うんですけども、富士の X ハーフはすごくいいカメラですね。奥さんが主に使っているんですけども、これ何がいいのかっていうと、サイズ感と写りの楽しさと、あと筐体のちょっとした高級感みたいな、そこがポイントかなと思います。この辺はいろんなところで紹介されるんですけど、電源を入れるとこういう風にねフィルムのシミュレーターみたいなのがこれで選べて、でこうやってノイズの感じとかもフィルターも簡単にねここで追加することができるんですよね。例えばね日常の写真をちょっとお見せすると、こういう雰囲気でフィルム調でね、かつちょっとしたエフェクトも遊んでみたり、こういうシーンはちょっとこのエフェクト入れてみようかなとか、そういうのを楽しみながらこうやってね撮っているんですけども、こんな感じのやっぱフィルム調というかフィルムみたいなのを選んでね楽しい写真が撮れるっていうところが一つ特徴としてはやっぱ大きいですよね。この間ね家族で台湾に行ったんですけども、そういう時にもやっぱ大きいカメラって持ち歩くことが難しくて、なんだかんだスマホで撮っちゃうっていうことがずっとあったんですが、このサイズ感、このコンパクトさだったら首からねぶら下げて、このまんまこうしていても子供を抱っこしやすいし、重さがそこまで感じにくいっていうところが一個いいですね。
ちょっと前にねコンデジでなんかこういうトイカメラモードとかあるようなコンデジたくさんあったと思うんですが、その時を彷彿とさせてくれるようなこの雰囲気っていうのが楽しいのかなと思ってます。これは買ってからね2ヶ月ぐらい使ってるんですけど、なんかこう性能とか雰囲気とかじゃなくてスタイルっていう意味でね、やっぱ iPhone とかじゃなくてカメラで撮りたいみたいな奥さんのね要望にはすごくマッチしてくれているので、こちらもランクインとさせていただきます。はい、続いて買ってよかったもの第8位はXリアル1ですね。サングラス型ディスプレイみたいな感じで、ここにねモニターすごいちっちゃいカメラの EVF みたいなのが2つ備わっていて、それをこう屈折90度ぐらいに屈折させてここに画面を映し出してくれるっていうものなんですけども、これ今年のこの Xリアル1、Xリアルプロっていうね1がつくシリーズになってからめちゃくちゃ進化したんですよね。光学的見え方とか解像度とかはねほとんど変わらないし、今後もしばらくはそう変わんないんじゃないかなと思うんですけど、 X リアル1はこれ中にねチップを搭載していることでこう画面をねかけた時に1箇所に固定ができるんですよ。これは結構画期的だなと思っていて、前々から知ってはいたんだけど、ビジョンプロあるしなとか、画面も普通に物理モニターでいっかみたいな感じであんまり使わなかったんですが、実際にとりあえず買ってみるかと思って買ってみたら結構これがちゃんとしていてですね、やっぱりねこう視線を移してこう資料を見たりとかなんかね違うところを見る時にもここにねちゃんと画面がもう視線移すと戻ってくるっていうね、そこの快適さがやっぱりこの1シリーズになってからはすごくいいですね。でこれ画面が固定できるだけじゃなくてゆったりと視線についてきてくれる追従モードがあったり、ワイドスクリーンになるモードがあったりと結構ねいろいろそういうのがこのグラス単体で選べるっていうのがほんと強いところです。でこれをねすごくいいなと感じたところが、最近のね新幹線移動の時ですね。新幹線って一応こう作業するデスクみたいなのあるんですけど、新幹線のデスクでやってると結構酔うんですよ。視線も落ちるし体もこういう角度になるのでちょっとね、疲れるしなんか酔うなみたいなのあって、なかなか集中できないんですが、これだと本当に画面がゆったり追従してくれるモードにするとなんかね新幹線の座席にこうもたれかかって、パソコン作業ができるんですよね。これ結構良くて、なんか疲れにくい、体がね疲れにくくなるっていうのもそうだし、なんか体勢がちゃんとこうなることで酔いにくくなって、結構ねこれが今まで使ってこなかった使い方でめちゃくちゃいいなと思いました。で若干ね難点としてはデバイス側のバッテリーから電源を供給するので、例えばね飛行機の移動とかでなんか14時間のフライトとかだと iPad のバッテリーも3倍ぐらいの速度でなくなってくるんですよ。なので電源が使えない場所で使うとちょっとね困るっていう問題はあるんですが、新幹線みたいに PC 側のね充電がいつでもできる環境だったら本当にこれ使い勝手いいし明るいし音も聞こえるしいいなっていう感じで、これはねちょっとベストバイ入りしております。はい、続いて第7位はじゃんとこちらですね。動画でも結構紹介しているのでもう皆さん知ってると思うんですが、Boox Go7 はこれはトワログ的にはめちゃくちゃ買ってよかったなと思ってます。Booxいいんですよね。なんかちょっと前ぐらいからこの筐体がなんかねこういう感じのニュートラルな雰囲気になって、ガジェットっぽい雰囲気じゃなくて生活のデバイスっていう感じになっていったのもすごく良くてですね、基本はね活字本を読むために Kindle ばっかり使っているんですけど、時々こういうキーボードと接続をして入力デバイスとして使ったりとか、そういうねことが Android ベースなのでできるっていうのが結構一個嬉しいポイントです。でこれ Android ベースの Kindle なんですけど、他のね電子書籍タブレットとかだとこう画面を移動する時のこのリフレッシュのこのカクつき感が結構ね気持ち悪さがあるんですが、 Boox Go7 の場合ここにページ送りボタンがあるんですよ。なのでこれをパッと押すだけでこのページが切り替えられるっていう、ここがね結構気持ちがいいポイントですね。メインスマホとしてはこの Google Pixel 9 Pro Fold を使っていて、漫画とか雑誌とかは出かける時これで読むことが多いんですが、活字本はねこっちで使い分けをすることでバッテリー持ちの問題だったり、この単純に電子書籍端末で
本を読むっていう気持ちよさがちょっとあったりするので、そういうところも含めてこの組み合わせで持ち歩くことが多いですかね。難点としてはそうだな、そこそこ価格が高いっていうところと、あと言っても e インク搭載なので画面のねリフレッシュがやっぱ iPad とかタブレットほど早いわけじゃないんですよ。あとはAndroid なのでアプリ前の更新でちょっとね挙動が不安になったりとか、その辺もあったりするので、一概にこれは最強絶対おすすめっていうほどではなく、Kindle だけを使うなら Kindle を使った方がいいと思うんですけど、やっぱり物としてもすごく可愛いし実用性もある、あとは唯一無二のデバイス感があるので、これはね気に入って使っています。はい、続いて第6位はじゃんとこちらですね。まだ動画では紹介していないんですけども、シーゲートの 20TB のハードディスクを4つ購入しています。実は今年のプライムデーぐらいで買っていて、動画を撮ってるんですけど、もう少しね使い込まないと速度の体感とか利便性とかがね伝えづらかったっていうのがあって、それでねずるずると間延びしているんですが、これは本当に買ってよかったですね。こういう職業をしているとやっぱり動画ファイルを普段から扱うので、データ量がものすごく大きくなっちゃうんですよ。例えば1動画あたり編集前の状態だとやっぱり500ギガぐらいにはなってしまうし、編集した後は元の素材データは削除してしまうので、だいたい30ギガぐらいに収まるかなってところなんですが、それでもね500本とか動画があるとかなり容量を圧迫してしまうので、これを SSD に保存しとくととんでもない金額が必要になっちゃうから、ハードディスクを購入したわけです。これは結果的にめちゃくちゃ良かったですね。SSD の方が早いんだけど、過去の動画データってそこまで使う機会ないので、時々こうデータ引っ張り出して使うんですが、一回こう本体のストレージに保存をして使うっていう感じなので、そこまでめっちゃ速度が速いわけじゃないんだけど、それなりにクラウドにアップしているよりは早く転送ができるので、その辺がすごくいいです。ちなみに僕の場合は前にね提供してもらった Ugreen の NAS に入れていて、これで Finder とかファイルエクスプローラーから直接アクセスをして本体のねストレージみたいな感じで使っているというわけです。転送速度100メガから200メガの間ぐらいで転送してくれるから、普通にね1本10ギガぐらいのデータだったら結構すぐにね転送が完了しています。ちょっと前の潮流だとクラウドストレージにアップしとけばいいじゃんっていう話だったんですが、これだけ半導体の価格が上がってしまうとストレージの毎月の料金もめちゃくちゃ上がりそうっていうところで、やっぱりねNAS っていう選択肢は大容量のデータを使う人なら便利なんじゃないかなっていう感じです。これが第6位。はい、ここからは第5位の発表なんですけども、第5位はじゃんと DJI Mic 3です。いやこれはね YouTube とかを撮る人以外にはほとんど刺さらないものではあると思うんですけども、これまだ買ってから1ヶ月ぐらいなんですが、もう本当に最高です。めちゃくちゃ買ってよかったなと思っていて、そのレベルのワイヤレスマイクですね。ちょっと今この動画を撮るために使っているので箱をお見せしながら喋るんですけども、こんな感じのワイヤレスマイクで、これ何がいいのかっていうといろいろいいところあるんですが、個人的に買いだったポイントが4チャンネル4人同時に収録できるっていうところです。こうやってね YouTube 一人で喋ってるとほとんどもう一つのマイクでいいんですけど、たまにこういう取材のものだったりとかインタビュー系とかでね、何人か同時にこう3人とかで喋ること意外とあるんですよ。そういう時にマイクをこう交換しながらやったりすると集中力とか流れがね途切れちゃう時もあるし、かといってガンマイクみたいなやつで全員分の音をね収録しようとすると他で鳴ってる空調の音とか、あと誰か一人がすごく声小さい時にそのね音量をそこだけ上げるとか、音の幅を調整するのは結構大変なんですよね。でそれでお蔵入りになってしまう動画も実はあったりしていたんですけども、この DJI Mic 3だとこの4チャンネル独自それぞれがタイムライン別々でね音が収録できる。しかもこのピンマイクみたいに自分の声だけをねしっかりと拾ってくれるので、その人その人の声色に合わせた音量のレベルとか、あとイコライザーちょっと音の起伏みたいなそういう周波数をねちょっとだけ変えるとか、アレンジがめちゃくちゃしやすくて、
これは本当に買ってよかったなと思ってます。前のね DJI マイク2実は3つ持っていて、それぞれね独立しながら収録してたんですけど、だんだんこう1時間半とかの動画になるとなんか若干音がねちょっとずつずれてくんですよ。これはね他のカメラとかでもそうだと思うんですが、音を合わせると若干ずれてく問題がこの4チャンネル同時収録できることで解決したっていうところで、もうこれはベストバイ入り確定です。音もね DJI マイク2の時よりもかなり良くなってるし、なんかねラベリアマイクを直接挿してるぐらいの音の拾い具合と外音のね入りにくさと声のねクリアさが結構ね3になってめちゃくちゃ良くなってます。これはもう高いんですけど買ってよかったなっていうところで、今回ね第5位で紹介しています。はい、続いても第4位なんですが、第4位もちょっと地味なんですけど、はい、これですね。これはこの間のブラックフライデーの動画の企画の時にね購入しているんですけども、クルーシャルの 8TB の SSD ですね。これも地味ではあるんですが、めちゃくちゃ買ってよかったなと思ってます。第6位で最終保管場所としてハードディスクは紹介してるんですが、今運用している動画を保存するためのストレージっていう感じですね。これすごいのが、このサイズ、この手に収まるぐらいのこのコンパクトさながら 8TB のデータ収録が可能になってるってところが、まずね動画クリエイターとしてはこれはもう唯一無二というか、すごく使い勝手がいい SSD なんですよね。まずこれ何がいいのかっていうと、こういうポータブル SSD で 8TB の容量が出るっていうものが今のところ多分あんまりないんじゃないかな。今まで僕が使っていたものだと、これサムスンの T7 っていうやつなんですが、これも4テラなんですよね。で8テラでこのフットプリント実質半分ぐらいのサイズ感に収まっていて、しかも軽量で読み書き速度も2000メガ最大出る。こっちは1000メガっていうところで、MacBook だと USB3.2 Gen2×1 にしか対応してないので1000メガしか出ないんですけど、最大2000メガ出るっていうのがかなり嬉しいポイントで、8TB って今まで僕が持っていた持ち運びできるようなものだと、こういうね SATA 形式の SSD、こういうタイプですね。パソコンに直接差し込んで使うこういうね8テラの SSD が2枚ぐらい持っていたんですけども、このサイズで最大4倍の速度が出るっていうところで、ちょっとね高めだったんですが、これはね本当に買ってよかったなと思ってます。で、一つ残念なお知らせがありまして、このねクルーシャルっていうブランド自体が実は消滅することが決まっていましてですね、最近よくニュースで見ると思うんですけども、もっとね AI とかそういう需要に振り切って会社としては収益を上げていくっていう方向性になっているので、残念ながら多分この SSD もなくなっちゃうと思うんですけども、本当にギリギリのところで手に入れられてよかったなって感じです。僕が買った時は8万5千円ぐらいだったと思うんですが、今だと14万15万円とかになってきていて、来年になるとさらに値上がりするんじゃないか、もしくはもうそもそも買えないんじゃないかっていうところがあるので、これは誰かにおすすめするものではないけど本当に買ってよかったですね。動画編集してると結構タイアップの動画だったりいろんな動画を並行して行うので、かなり容量が逼迫してしまうんですが、これがあると何かと安心なので、これは買ってよかったと思ってます。はい、続いて第3位なんですけども、第3位はねちょっとでかいんだよな。ほっ、トワログがちょっと画面端に追いやられてしまっているんですけども、第3位はこちらですね。 LG の 5K2K40 インチのサンダーボルト5対応のこのウルトラワイドモニター、これはねやっぱめちゃくちゃ買ってよかったです。画面端に追いやられてしまってでもやっぱ買ってよかったなと思うもので、実はこれ今年の10月ぐらいにタイアップで紹介させてもらってたんですよ。本当に2ヶ月ぐらいお借りして、そこでね魅力を語ったりどういう感じで使えるのかとかをね紹介する動画撮ってたんですが、あまりにも良かったのでこれは購入してしまいました。確かねセールの時で21万円台ぐらいで購入できるので、結構ね、お得に買えるものなんじゃないかなと思うんですけど、何がいいのかっていうと、
まずね、こういう系のモニターなのに背面が真っ白っていうところ、それと画面の発色がめちゃくちゃいいです。5K2K の40インチっていうねスペック自体はそうなんだ良さそうみたいな感じなんですけど、実際に目の前にこの画面が来るとなんかね、この発色の良さがすごいんですよね。ナノブラック IPS みたいな液晶を搭載していて、なんだろうな、有機 EL ほどではないかもしれないけど、こういうね液晶モニターにしてはにじみもなくコントラストが綺麗、黒の発色がめちゃくちゃ綺麗っていうところがやっぱ特徴ですね。つい最近まで皆さんご存知の通り、僕 Apple Vision Pro とか、そういうね XR デバイスで作業してたんですけど、子供がね2人もいるとさすがにそんなものを日常的につけてパソコンができないみたいな、作業できないっていうところがあって、外してね最近は作業してたんですけど、すごくねやっぱりシームレスというかストレスレスで気持ちよく使えてる印象です。あとこのモニターの特徴で言うと、サンダーボルト5っていうねめちゃくちゃ転送速度が速い規格に対応してるんですけど、そこまでがっつり僕は使ってはないかなっていうところです。MacBook もね横にあるので SSD とかこっちにね挿して抜き差しするし、めっちゃこうね抜き差しして使うっていう感じっていうよりかは普通にレシーバー挿したり、そういう感じで使ってるところですね。そんな感じかな。結構ね今年は後半にかけて動画編集が結構ね複雑なタイムラインでこうすごい細かいのをね見続けなきゃいけないみたいな時間がすごく長かったので、そういう意味でもこういう物理モニターにはね助けられることが多かったです。はい。でもう一個難点が、これ動画をね撮るたびにこれでかすぎるんで一回こう外さなきゃいけないんですよ。 YouTube 動画を撮るときに光とかカメラとかねこっちに向けてるので、でかいモニターがあると動画撮れないから、結局その動画撮るときは外しちゃうっていうのが僕にとってのデメリットみたいなところはあります。でかすぎるがゆえのメリットデメリットみたいなね。来年の早い時期ぐらいには改めて長期間使った感想みたいなのを紹介できるかなと思ってます。はい、続いて買ってよかったもの第2位がじゃんとこちらですね。いやまさかキーボードが2位になるとはって感じなんですが、キークロンの Q12MAX9MK、 この変態的な配列の左手デバイスが左側にくっついた点キー付きのねこのキーボードが第2位となっています。いやこれは正直めちゃくちゃ良くて、想像してたよりもすごくいいです。まずやっぱこの配列なんですよね。基本的にパソコン作業する時ってここだけを使うと思われるんですけど、トバログとか、動画編集とかなんかクリエイティブな作業するみたいなツールを使う人だと、割とこのポインティングデバイスと左手デバイスみたいなここをこうね使うことが多いんですよ。なのでもともとね別途左手デバイス使ってたんですけど、なんかこれをねキークロンのサイトで見た時に、あれ点キーこっちじゃなくてこっちでついてるから、実質これクリエイター専用じゃんみたいな思いながらね、ちょっと値段が張る4万5千円ぐらいするのかな、めちゃくちゃ高いんですけどちょっと気になって買ってしまったところ、やっぱすごく良かったっていうところです。この左手デバイスがこっちにあることで、このキーボード全体の一体感みたいなのがかなり綺麗に収まるんですよね。でかつこれキークロンの Q シリーズって筐体が金属なんですよ。足に落としたら間違いなく骨折すると思うんですが、金属の筐体でなおかつこの粉体塗装というか山崎実業みたいなサラサラとしたこの真っ白な質感で、これがすごくかっこいいんですよね。もうデスク上に置いていても明らかにいいもの感というか、すずりみたいな重さのものがこうデスク上にあるので、それがまず筐体としてすごくいいのと、打鍵感ですね。これ初めてちゃんと金属筐体のキーボードを使ったんですけど、プラスチック樹脂製のカバーと比べて明らかに打鍵感がいいです。キーボードの打鍵感って実はスイッチとかそういうキーキャップとかそういうのだけじゃなくて、筐体側のね質感とか、あとクッション材とか、そういういろいろなものが複合的に備わることで打鍵感が良くなるんだなっていうのをちょっと実感しました。この HHKB プロフェッショナルタイプ S のこのねカチャカチャとしたスコスコの打鍵感もいいんですけど、やっぱ筐体が金属であることの重厚感
のこのなんだろうな、この安定した感じとかはすごくね気持ちよくて、今はちょっとこっちをねメインで使ってみている感じですね。誰におすすめするわけでもないし、そこまで期待して買ったものではなかったんですけど、明らかになんか作業が楽しくなっていく気がするので、金属筐体のものをメインとして据えるっていうのは結構なんかありなのかなっていうのが最近の印象です。いや HHKB もね金属筐体お願いしますっていうところで、これは第2位とさせてもらっています。はい、続いて2025年買ってよかったものベストバイナンバーワンだったものはティン、はい、やっぱこれかなっていうシグマ BF です。ベストバイ上半期でも多分同じ1位だったと思うんですけども、これは今年を象徴するガジェットカメラの一つかなと思っていて、購入してから半年以上使ってるんですけども、基本はいつも持ち歩いてこれで何気ない家族の写真とか風景とか日常で出会ったものをパシャパシャと撮っているっていう、結構ねあまりにも生活に馴染んでいるので、なんかそこまでベストバイみたいなの意識はしてないんですけど、振り返ってみるとこれがベストバイかなっていうところがあるので、今回は1位という形で紹介させてもらいます。まずやっぱスタイルを持ち歩くみたいなのがすごく体現しやすいですね。トバログのこの動画の雰囲気とか、なんかありたいなっていう世界観をそのまま形として体現してくれてる印象があって、そこがねやっぱ持ち歩いてることによってなんかこう身が引き締まるというか、いつもこういうスタイルでいたいなっていう思わせてくれるような筐体をしています。筐体自体はね福島県の会津で作られていて、僕はいつもね実家が福島県郡山なので、郡山に帰るたびにシグマ元気かなとか勝手にね山の向こう側のことを想像したりするんですけど、そのね会津工場でこれは結構な時間をかけて筐体をねガーッと機械でね削り出しをしているみたいです。そういうクラフトマンシップ的なところがね結構前面に出たブランディングというか見せ方をされていたと思うんですけども、半年経ってそんなことはすっかり忘れてですね、完全にこの持った時の気持ちよさ、サイズ感、電源を入れてこうサクッと、何も考えず大体結構オートで撮るんですけど、本当にオートでこうカチカチ ISO 感度だけを合わせてこうパシャッとね、そういう感じで写真を撮っているっていうところですね。シグマ BF とライカ M10 は相変わらず、両方ともね使い分けをしていて、家族と出かけたり AF 使ったり、なんかこう気軽に撮るものが決まってないんだけど持ち歩くみたいな時は、このシグマ BF で、こっちは結構ちゃんと写真を撮るぞっていう日だったり、あと一人で出かける時、なんか時間があってこうしっかりとフォーカスを合わせることができて、何か面白い発見がありそうだなみたいな日は結構ねライカ M10 を使ったりと、そのマニュアルフォーカスとオートフォーカスの違いで持ち分けている感じですね。スタイルに関してはいろいろ工夫はしていて、ほとんどのシーンで使ってるのがこの 45mmF2.8 のちっちゃいレンズです。オートフォーカス効くのにこのサイズ感っていうのはありがたいなと思ってて、フルサイズで 2.8 っていう比較的最近の中だと暗めのレンズだとは思うんですけど、これをバツッとこのまんま持ち歩くことが多いですかね。たまになんとなくこういうライカのレンズをマウントかましてこうつけて、これでねマニュアルフォーカス機として持ち歩いたりもして、これはこれですごくいい雰囲気になるので、なんかねこれで使ったりもするんですが、基本オートフォーカス使いたい時にこのカメラは使うことが多いので、このスタイルが多いかなと思います。なんかこの収まりとかバランス感もすごくちょうどいいんですよね、この感じ。なんか気軽さの中にもしっかりとやっぱねフルサイズのセンサーというところで綺麗な写真が撮れるので、その辺がねいいなと思って使っていて、すごく生活に馴染んでいるので、これはね第1位っていう感じですかね。そもそもやっぱシグマがねこういうのを日本から出してくれたっていうのも嬉しいし、地元でねこれが組み立てられてるっていうところもなんかすごくいいなと思ったり、そういうあらゆるバックグラウンド
何よりトバログっぽいみたいなね、トバログっぽいカメラだって結構周りでも言ってくれる人も多かったりして、そういう対外的なところとか内側から来る思いみたいなのを合わせるとやっぱシグマかなみたいな。ギリギリちょっとね DJI Mic 3が良すぎて、これがちょっとベストバイになってしまうんじゃないかって思うぐらいでちょっと悩んだところではあるんですけど、その辺のね気持ちとかも含めてこれは第1位とさせてもらっています。はい、というわけで今回はガジェットベストバイ終わりにしようと思います。皆さんのベストバイもぜひぜひ教えてください。コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。今回はガジェット編なんですけど、暮らしの道具編もやっていく予定なので、ぜひぜひチャンネル登録をしていってもらえると嬉しいです。年末年始は頑張って何かしら動画アップしていこうと思っているので、引き続きお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。